突然ですが、今日はカムリが販売終了という話題です。なんだかんだで次出すんでしょなんてね、思っていたら新聞社などでニュースになっていました。トヨタ販売店が全車種扱いになって、カムリとマーク X が被って、マーク X がなくなりました。今度はクラウンクロスオーバーが同じプラットフォームで登場して、それが関係しているかは分かりませんが、カムリは終了とのことです。ニュース的な内容に軽く触れてから、自分が思うセダンの魅力を2つ、それから現行の70系カムリってどんな車だったっけ、代わりの車って何があったっけというレビュー的な内容で進めていきます。まずニュースです。カムリの動画は他に数本上げていますので、燃費など気になられましたらそっちもよろしくお願いいたします。で、2023年3月23日、カムリの国内販売が年内で終了とアナウンスされました。カムリは少し前からほとんど受注停止状態でしたので、事実上販売の終わりなのかな。それもね、考えられます。希望としては最後に特別使用車でも出してほしいんですけれどもね。何せ40年以上の歴史あるセダンです。他社ですとね、特別使用車とかね、ありますからね。といってもね、結局残念ですし、代わりにクラウン買ってくれっていう戦略は、だとしたら、馴染みあるユーザーにはちょっとね、寂しいものです。ただ、きっとね、トヨタ関係者の方々はもっと寂しいはずです。自分は乗り続ける理由という動画を出して、カムリのメモリアルにわずかでも貢献できたらなと、そうね、思っています。そしたら、なくなる理由はって聞きたいんですけれども、本当のところはわかりません。想像するに、見込めるユーザー層と現在の購買年齢層、そこからのラインナップを考えますと、カムリ終了でも仕方なしといったところでしょうか。もしカムリクロスとかね、カムリクロスオーバーとか出たとしても、ハリアーやクラウンと被っちゃいますしね。カムリは価格的にお得感高いというのも、メーカー側から見たら、こっちから見るのとは逆に見えるのかなともね、思います。なんか他人事のように淡々とコメントしてますが、動画のカムリは一応自前です。しかも置物じゃなくてちゃんと載っています。この前ね、12V バッテリーが上がっちゃって、走行用バッテリーのね、過保でも不安でしたが、エラーランプなどつかず問題なかったです。一応ね、4年で1万キロ走ってますから、それなりには乗っています。で、あれです。自分が乗ってきたトヨタのセダン、どれもなくなりました。アルテッツァ、セルシオ、サイ、アベンシス、マーク2、クレスタ、まだね、他にもありそうですけれども、残ってる名前はね、もう何もありません。自分が思うセダンの魅力。正確にはセダンボディじゃなくても、トランク別室のノッチバッククーペでも一緒です。で、思う魅力は2つあります。1つは、トランクに入れた荷物のカチャカチャした音が気になりません。カチャカチャした音が気になりません。動いても壊れない荷物でしたら適当に突っ込んで、あとは適当に走ったって、スーッとね、コーナーで滑っていく音さえ気にならないです。これ聞こえてきちゃうと気になってドライブ楽しくないんですよね。ノリノリ気分から、一瞬で目が覚めます。で、もう一つはね、トランクリッドが軽く開くという点。ハッチバックって大きな荷物入れるのには便利ですが、小さな荷物入れるのは面倒です。これセダンしちゃうとね、セダン知っちゃうと、そう感じるという部分なんですけれども、スーパー行くぐらいの用途でしたら、自分お弁当ぐらいしか買わないですけれども、それでしたらね、セダンのトランクって便利です。パワーテールゲートだってセダンの方が、早くね、開く気がします。また、ノッチバッククーペ、トランク別室のクーペと比較すると、リアドアがね、開くのが便利です。誰も乗せないよって方でもね、荷物やジャケットを入れるのに便利。それでね、これだけでしたらコンパクトセダンだって良いじゃないなんてね、なりますけれども、セダンは特にボディ全長長い方が見た目的に伸びやか。で、乗り味もね、セダンらしいとなりやすいです。続きまして、2017年デビュー、現行カムリの印象です。まず挙げたいのが価格的な魅力。2500cc ハイブリッドのパワーユニットに、サイズだけでしたらフルサイズに近いボディサイズ。これで350万円スタートですから、めちゃくちゃお得感あります。映っているカムリも総額で450以下でした。大きくて安くて燃費も良い。ネックは売却価格の安さですが、そこは逆にね、中古車狙うならそれまたお得です。
走行フィールはめちゃくちゃ良いところが、2つか3つあって、嫌なところが1つに、好みに合う合わないであろう、そういった部分がもう1つ。良いのはボディ見切りの素晴らしさ。昔の車みたいに感覚が取りやすい。ボディサイズね大きいんですけれども、障害物までのギリギリを使えるんで、駐車場で不安がないです。最小回転半径は大きいんですけれども、それもね逆に見れば内輪差が気になりにくいとメリットにね言うこともできます。今日はねちょっとカムリのターンですからね、よく言わせてください。ただ一応ね展開は苦手です。これがコーナーリングでも強い武器になります。左前輪の位置感覚がめちゃくちゃ取りやすいです。ついついギリギリまで使っちゃう方はもちろん、運転苦手な方でも走りやすいと思います。それからサスペンション。ダンパーはカヤバはカヤバでも KYB は KYB でもって言った方がいいかな。アメリカ KYB 製のものが使用されているそうです。スポーティーグレードの、WS の方はわからないんですけれどもね、パターンですとやめときます。でこのねダンパーが結構いいです。新車時はダメでした。ただ数千キロ、3年5000キロとか、乗った瞬間ですかね、良くなって、意外とこれ良いダンパーで共通する点かもなんてね気もしています。あと前後のサスペンションバランス、同世代のクラウンほどじゃないんですけれども、フロントに対してリアが柔らかいです。コーナーで後ろがよく動きます。クラウンもねそうだったのですが、以前だったら FR 車的、後輪駆動車的と言われる乗り味です。最終的にリアが振り子になっちゃうでしょうけれども、そこはね横滑り防止装置の進化で問題ないなと、そうね考えられます。柔らかいサスペンションでねタコ踊りしちゃうと難しいっていうのはねもう気にしなくていいのでしょうしね。最近自分がこれ好きなバランスです。それでねはっきり良くないと思うのはブレーキタッチとブレーキのコントロール性。これはいつも言っているので省きます。で好みあろうかなと思う部分、ステアフィールです。ハンドルに伝わってくるインフォメーションが少ないです。パワーステが人工的とも思えるフィールで、ただただ行きたい方向に切るだけのタイプ。これが安心感とかね直進性の良さって言ってもいいし、人工的って言ってもいいし、レビューアーのね感覚とかが出やすいところなのかな。でね気にしなきゃいいんですけれども、気にするとどっちかに取られるとか重くなるとか、段差踏んだとか、そうしたフィールをね積極的にカットしているようなね感じを受けます。でもね応答性は良くて、これは今の車と比較しても悪くないし走りやすいです。味気ないし無味無臭だし、でも2017年デビューの車が最近の車と比較してももう比較できる応答性、これねすごいと思います。最近急激に進化している部分ですからね。そうしましたら次どうしようか、セダン好きはどうすんのみたいなね話です。カムリの代わりと思われるのはクラウンクロスオーバーとレクサス ES でしょうか。価格的に上の車なので価格は上がります。仕方なしとなればねこっちでしょうから、トヨタ様お上手なんでねいった感じです。ちょっと前にデビューしたクラウンクロスオーバー、やっぱりね自分のところにも電話かかってきます。乗りに行きなさいってね。で最近は持ってきてはくれないんですよね。さらに買う気がないと貸してとも言いにくいので、車検の時に借りられたら動画撮りたいなって思っています。同じ GAK プラットフォームでカムリの親分的な乗り味が言われていますが、多分そんなね安直じゃないです。でレクサス ES はカムリのレクサス版です。価格は200万円アップして590万円スタート。主に内外装質感や装備がレベルアップして、ディーラーのサービスもねレベルアップです。乗り味はすいませんわかりません。レクサスのディーラーはとっても良かった記憶があります。一番奥の個室に案内してもらったことがありまして、そしたら引き立てみたいなコーヒー出てきて、試乗前にじっくり話聞いてくれて、営業さんのお辞儀とかね、新人研修受けたてでしょみたいな感じでね、それぐらいペコってしてくれてね、そんな感じ素晴らしかったです。でね、柳瀬からレクサスに移行した知人は、柳瀬の方が良かったなんて言ってますけれども、どっちも良いということにね、しておきましょう。カムリの販売終了と合わせたように、クラウンセダンの発表がされました。正確には中国で
ボディサイズのみ発表とのことですが、ついにクラウンまでも日本からじゃないのねって気分になりません？ボディサイズは全長5030とのことなので、ついにフルサイズ。これだけで高級車って感じを受けます。後輪駆動だとすると、LS や未来、1個前のクラウンとね、近いプラットフォームで正統派の後継車みたいな感じがね、想像できます。高級車イコール高額でしょうから、カムリみたいに大きくて安い、ミニバンみたいに広くはないけれども、大きい車ならではの乗り味を楽しむ。こうした需要は少なくとも日本では少数派なのでしょう。レガシーとかティアナもね、そうでしたよね。できたら PHEV 専用車とか、もっと言えばタクシー専用とかそうした形でもね、残してほしいとか、思ったりもしますけれども、どんな商品だってね、少数派は質高く価格高くと、そうした方向に進みますからね。ということで、カムリに興味ございましたら、別動画もご覧いただけましたら嬉しいです。乗り続ける理由とか、去年の夏に作ってまだアップしてません。で、アップしてないうちにトヨタ様がタイミング合わせてくれたって感じになっちゃいました。これね、タイミング見て近々アップします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。